どうもどうも、花宮ネクです。今回はテラニルってゲームの体験版をやっていくぞ。荒れ果てた荒野を自然豊かにするパズルゲームとかなんとか話題になってて気になってたんですよね。早速やっていくぞ。ゲーム開始早々に荒野に放り出されてしまった。ここを私のあふれる自然保護パワーで緑豊かにすればいいのね。なんか指示が英語で飛んできてるけど私には何もわからん。日本語で OK。 ウェルカムとしかわからなかったので感覚でプレイしていくぞ。なんとかなる。ふむ、岩場の上には風力発電のあれを立てることができるんだな。まずはこれを立てろと。次は風力発電につながるようにこの耕しマシーンみたいなのを立てる。ふむ。おお、一定箇所が茶色くなったわ。栄養たっぷりの土になったんだろう。多分英語読めないから実際のところはわからん。風力発電&耕しマシーンのコンボを適当に置いていって。だいぶ耕せてきたな。いい感じに茶色いわ。次はこの緑が詰まった入れ物を設置するのか。効果範囲を L 字か直線で敷けるんだな。なるべく茶色い耕しゾーンに重なるようにして設置。おお、水がまかれて自然復活。成長速度が異常。未来の世界の遺伝子改良技術はすげえな。まあ何をすればいいのかは理解できたわ。電力供給、耕しマシーン、水まきマシーンの順に置いていって緑化活動をするんだな。お、なんだ。おしゃれな始まり方じゃん。タイトルロゴがおしゃれに出てくるゲームは神ゲー。古事記にもそう書かれている。この広いマップの緑化活動を進めていって左下の緑化ゲージを 100% にすればマップクリアなのかな。そうと分かればいろいろと試すぞ。この装置はくぼみにしか置けないのか。設置。きれいやな。水路ができて水路の周り1マスの緑化が自動的に完了するのね。このマシーンは直線上にくぼみを作るのか。すげえ。これを使えば好きなところに水路を引けるじゃん。で、ここにも水路を引いて。水路を引くの気持ちええわ。葉っぱが集まる SE がたまらんね。で、この水路にしか置けない機械は岩場ができた。これで風車を置ける場所を能動的に増やせる。なるほど。このコンボさえあればもうどこに何を置いても大丈夫じゃん。あれ、何も置けなくなった。なんだ。どうした。よく見たら設備を置くのにポイントが必要なのね。緑化をすることでこのポイントをもらえるのね。はい。このポイントじゃもう何も置けないな。済んだ。行って戻るを連打するのも面倒だしやり直します。というわけで予算に気をつけつつやり直してきました。地形を変える設備は消費ポイントも高いからあんまり地形を変えずになるべく元の地形を生かして緑化するのが大切だな。なるべく少ない設備で大量に緑化。気持ちいい。収支がプラスになることはあんまりないので予算が尽きる前にクリアせねば。ここからの緑化活動はダイジェストになります。気持ちいい場面だけ見せたるわ。これで 100% だ。クリアなのか。何？エコシステム、3バイオーム、ニュービルディング。よくわからんがどうやらまだ緑化活動は続くみたいだ。クリア目標が変わった。これが3つのバイオームか。使える施設もランク2のものが使えるようになった。
なるほどね。ここからが第2ステージってわけか。この蜂の巣は木にしかくっつけられないのか。ほいっとな。おお、花畑ができた。蜂の巣と花粉をセットでくっつけたんか。ブンブン言うとるな。で、花畑を増やしたことで左下の花畑ゲージががっつり増えたな。なるほど、第2ステージはこうやって草原を他のバイオームにするのか。よーし、おじさん花畑をどんどん増やしちゃうぞ。蜂の巣を投げつけまくれ。これで花畑バイオームは完了。他のバイオームに着手します。なんかね、太陽光を収束させて火事を起こすってことができるらしいのね。何のためにそんなことをするんだって感じだが、やれるならやってみようぜ。まずは太陽光を集める設備を置いてから、火事の種火になる燃えやすい木々を。あれ、建設不可能。なんで？あ、設備の建設条件をよく見てみたら花畑が必要じゃん。なるほどね。草原は燃えにくいけど花畑は燃えやすいってことか。花畑を用意した今なら置ける。火事を起こせる。よーし、やったれ。わっはっは、もっと燃えるがいいや。なるほど、段差や川に阻まれない限り緑を介して燃え続けるのか。広まった場所で火事を起こすと大惨事になるな。当たり前だけど気をつけようっと。あ、私が前に置いた耕しマシーンとかも燃えて木炭っぽくなってる。あの耕しマシーン全部再生資源でできてたの。自然保護への執念が怖いよ。で、どうせあるだろうなと思ったらやっぱりありましたよ。焼き畑の上にしか置けない設備。こういうゲームだと大体あるんだよな。これは森林バイオームかな。焼き畑の上にしか敷けないバイオームなのね。それじゃあ花畑はどんどん増やすべきなんだな。少なくとも火種になる分は。燃えてるのを眺めるのも気持ちええな。調和の取れた自然が台無しになるの、このくらい楽しみがあるよね。アクトレーザーで文明を発展させるために住民をぶっ殺す時みたいな。よし、森林バイオームも 99% 完了。残り 1% は後でやっておきます。残った最後のバイオームはなんて言うんだろう。水びちゃびちゃバイオーム。橋とか睡蓮とかが浮かんでるあれね。この設備は水まきマシーンに重ねておけるのか。水の音が気持ちええな。水路の近くしか水びちゃびちゃにならないっぽいな。緑化ポイントに余裕があるなら水路を作るのも大事そうね。これで水びちゃびちゃバイオームも完了。最後に森林バイオームにとどめを刺せばクリアじゃい。あれ、第3ステージもあるの。もう生態系は完成したしやることはないと思うんだが。新しく開放された設備はエアシップ、ドローン、サイロ。一体何をさせたいんだ。とにかくエアシップを置かないと何も始まらないみたいだし置いてみよう。ああ、わかった。リサイクリングドローンってそういうことか。水路にドローン発着所を設置。そうするとエアポートからリサイクリングドローン先輩が流れてくるのでまったり待ちましょう。一瞬でなくなった。とまあこのようにドローン先輩は設備を回収してくれるみたいです。つまり第3ステージは自ら設置した設備を全部回収しろってステージなわけだ。立つ鳥跡を濁さずこの世界から人工物を排除してから飛び立ちましょうね。動物の鳴き声、水のせせらぎ、眺めてるだけでだいぶヒーリング効果があるな。これ元が荒野だったと思うと感慨深いね。あ、
よく見たらカエルも魚もおる。ゲロゲロ言うとるで。ゲーム上のカエルは可愛いんだよな。リアルで見たら悲鳴をあげるけど、自宅の近くに田んぼがあるから夏場は割と出没するんだよな。嫌だね。さて、そんなこんなで全ての人工物を撤去し終えました。あとはドローンがエアポートに帰還するとどうなるんだ。 100% になったけど。お、赤いボタンが出現した。ポチッとな。よし、クリアしたっぽい。私は一旦消えるのでまったり眺めましょう。続きは製品版で。ってことで、テラニル体験版プレイ完了。いやー面白かったな。ビジュアル特化のまったりゲームかと思ってたけど、ちゃんとパズル要素もあって大満足でしたね。自分がパズルを解いていく過程がダイレクトにビジュアルにつながっていくこの感覚、たまらんものがあるね。動かしてて楽しいを突き詰めたゲームだと思うよ、ほんと。体験版では荒野だけだけど、製品版だと溶岩地帯とか氷河地帯とかいろいろあるようなんでね、発売が楽しみですね。今回のステージだと使わなかったけど、温度、湿度の調整要素もあるしね。といったところで今回はこの辺で、お疲れした。よければフォローやチャンネル登録よろしく。